Let's go. Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go.はい、ということでベトナムはホーチミンに到着しまして、ホーチミンの日本人宿うさぎ屋さんでお世話になってるんですけど、その日本人オーナーさん全面協力のもと、今から今回のツーリングのね相棒であるバイクを探しに行きたいと思います。そうですね、3万円で1万5000いってないぐらいですね。まあメーター上はね、バッテリー死んでそうですね。死んでるな。悪くなさそうおお、好みやったらなんですか、なんか好みやったらでもドリームみたいな感じでしたけど。ドリームか。じゃあお願いします。ということで買ってきましたバイクです。ホンダのドリームですね。水曜どうでしょうは確かホンダのドリーム2とかだったから、これをバイク中古街で4万円ですね、日本円で約ということで、一応状態はすごい綺麗なんですよね。なんかホンダのドリームって今ミッションだし、ベトナムとかで全然人気ないらしいですよ。なんか前のオーナーさんがレプソルとマルケスのステッカー貼ってあったりで、セルが動かなかった時のためのキックスタートのフットもあるし、でエンジンちゃんとホンダって書いてあるし、いや結構綺麗なんですよね。タイヤとかもまだ山水残ってるから、これはねかなり状態がいいものなんじゃないかなとは思ってるんですが、これは走ってみないと分かりませんね、ハノイまでということで、これで今からホーチミンからハノイへ向けて旅立ちたいと思います。みなちゃんでお会いしましょう会うのだろうか、この格好の2人が会うというちょっと写真撮って送ってもらわんとね。じゃあとりあえず1号線に生きて出れるように最初はそうなんですよね。もこれ動いてた。う動いてました。じゃあいけるな。ライトを、夜ライトをつける、はい、ウインカーをつける、停止線を守る。そうですね、ウィリーしないようにまたちょっと緊張するんですよね、昨日の今日なんでそうですね、基本2速で。はい、じゃあ行ってきます。死なない程度に頑張りますおお、うわー、路地裏が怖え。ついに始まったぜ。よいしょ。さあついに始まってしまいましたよ、僕のベトナムバイク縦断旅 from ホーチミン。とりあえず国道1号線沿いをね走ろうかなと思うんですけど、国道1号線に出るまではちょっと注意していきたいなと思います。ミラーとかもうマジで、ね、こっちの人見ないからね、ちょっとね余裕がないんですよね。これにこれにぶっ突っ込んでいかなきゃいけないから。
国民総暴走族。怖っ、やばい、余裕がない。喋る余裕がねえ、怖えー、怖えー、あーあー、怖え怖え怖え。右へ左へって感じだよね。ああ、怖っ。おーと、逆走とかも秩序がないよね。まず行動に秩序がない。おー、なんかこっちの方はもうクラクションは鳴らさないと送られるんですよね。自分のね、居場所をここにいるぞって示していかないとやられます。すぐ。うわー、マジで見ねえからな、こっちの人。ホーチミンの街から1号線に乗るまではいろいろ今回の旅の目的とか喋る余裕がないのでこのカオスなね映像をお届けしていきますよ。怖すぎでしょ。おお、逆走や逆走や逆走。おおこれバスはやばい。バスとトラックはマジでやばい。車は割とねどいてくれるんですけど、もう隙あらば隙あらばもう我こそはという感じで入ってくるからな。怖い。早く行って早く行って。あ、これ右行けんやつやね。あ、そっかナチュラルに乗ってたけどベトナムは日本と車線が逆だから左折禁止か。よかった。右行けないって日本の感覚で右折禁止かと思った。もうね、もう流れに乗っていくしかないっていうね。こっちの車線走りそうになるからね、油断してると。逆走だよ逆走。いや、これマジ生きて帰ってこれるかな俺。僕生きて帰ってこれるかな。若干心配ですよね。うおー、すげえなバイクの数が。よっしゃー、突撃じゃー。とりあえず前についてけ。どう曲がるか分かんないから前についていくしかない。来たおお、とりあえず流れに乗る。あー、怖えー。どれだ、これでいいのか。よくわかんないけどこのまま進みましょう。これがめちゃくちゃでかいから道的にはこれなんじゃないか。うわー、すげえ都会っすね。やっぱホーチミンはベトナム一の都市だからめっちゃ都会っすよね。こうやって見ると首都機能はハノイの方にあるんですけどね。極力捕まりたくないんで法定速度より遅く走ろう。怖い。捕まるの怖い僕。バンバン抜かされるよ。バンバン法定速度マイナス10キロぐらい走ってますけど、とりあえずめちゃくちゃ遅く走って前のバイクに流れについていくしかないっていう。とりあえずバイクは一番右側なんですよね。なので右側をずっと走ってればいいんですけど。はい、ということでただいまのホーチミンの気温36度でございます。3月上旬で。でも走ると涼しいね。やっぱバイクだから。もうなんか今までバイク探しとかしててね、結構徒歩で歩いたりとかはしてたんですけど、やっぱ暑いんですよ。もう初夏が始まってきたっていうことで、今日は36度まで上がってるそうでめちゃくちゃ暑い。で一応オドが8万610キロぐらいですか。で燃料計動いてるしスピードメーター動いてるし、でオドがちゃんと動いてるのかっていうのは僕ちょっと確認してないんですけど、スピードメーター動いてるし燃料計もちゃんと動いてる。でオドはこれちょっと当てにできない距離なんで何とも言えないですけど、かなり状態いいですよね。2001年のバイクなんで十何年落ちとかですか。18年だから17年落ちぐらいですか。かなり物の状態はいいんじゃないかなと思いますが、ちょっとねバイク探すのに必死だったんで
その辺の動画の素材とか撮れてなかったんで、ちょっと申し訳ないですけど、ホーチミンでお世話になってたゲストハウスのうさぎ屋さんっていう日本人の方が経営されてるゲストハウスで、そこのオーナーさんがね、いろいろバイク中古を一緒に探しに行って、いろいろ見てくれてたんですけど、何軒か回って、やっぱりちょっと状態のいいバイクを買おうとすると、5万、6万、7万とかで、下手したら日本製のバイクとかだと10万とかって言われるんですよね。ホンダだと本当高い。なんかホンダが一番トップの位置づけにあって、もう高いバイクだと中古でも20万ぐらいですね、スクーター。ホンダがトップにあって、でその次ヤマハ、スズキ、川崎はあんまなかったですけど、ヤマハ、スズキって感じで、6、7万ぐらい予算ある人は全然6、7万ぐらいで買ってもいいと思うんですけどね、中古で。僕はちょっとね、5万円前後ぐらいでバイクの予算を考えていて、でまあ6万、7万出してもいいかなぐらいな感じでいろいろ探してたんですけど、このね、ホンダのドリーム、いわゆるスーパーカブの海外派生車種ですよね、これ。このね、ホンダのドリームが果たして本当かどうかわからないんですが、1万キロ行ってなくて、すごい車体も綺麗だし、で、オドちゃんと動いてる、すげえオドちゃんと動いてた。だからオドもちゃんと動いてる、スピードメーターも動いてる、で燃料系も動いてるっていうことで、これはかなり当たりくじを引いたんじゃないかなと思うんですね。だって4万円ですよ、4万円、870万ドンなんで、いやー、だんだん郊外感が出てきたね。でたまたま僕がホーチミンの宿にいるときに、ハノイからホーチミンまでバイクで走ってきた日本人の方がいらっしゃって、でお話を伺ったんですけどね、めちゃくちゃ捕まるらしいですめちゃくちゃ捕まるらしいです。ベトナムって社会主義じゃないですか。だからこちらの方の港湾の人たちはもう、なんていうんですかね、もう自分の港湾の仕事だけだとその稼ぎが稼げないんで、その飲み物代欲しさに、明らかにこいつ外国人だなって見た目の人を捕まえて、それで自分のその日の飲み物代を稼いでるらしいですね。今回の僕の旅は何回警察に捕まるのかっていうのと、何回トラブルに遭うのか、そもそも無事にハノイまでたどり着けるのかというアドベンチャー感満載の長期動画になります。ということで、今回のロングツーリングはベトナム、ホーチミン、ハノイ間バイク縦断の旅です。